こんにちは、リリナナです。今日はこちらのちょっと大きめなバスケットを作ってみました。で、系統がこんな感じで入る大きさになっています。で、持ち手の方なんですけども、これは結構前にダイソーさんでレディース用のベルトを購入したんですけども、そちらをカットしてでカシ目で留めて持ち手にしたんですけども、これもつけてもつけなくてもいいと思います。で、今回はアクリル毛糸を2本取りで編んだんですけども、お好きな糸で作ってみてください。で、こちらの模様は以前にコットン糸でちっちゃめなバスケットを作ったんですけども、それと同じ編み方になります。で、細編みのみなんですけども、ちょっと入れる場所を変えたりするだけでちょっとハートが並んでいるような感じになるので、もう大きさはご自由にいろんな糸で編んでいただけたらなと思います。はい、では材料です。今回はセリアさんのこちらアクリル並太アクリル毛糸ですね、こちらを2本取りで編んでいきます。で、他の糸でも全然大丈夫なので、お家に余っている糸やお好きな糸で作ってみてください。私はカラーナンバーが89番、こちらを4玉使用します。かぎ針が9号針の 5.5mm を使用していきます。はい、では2本取りで編んでいきます。指に2回巻きつけて指から外します。輪の中に針を入れて糸を持ってきて一度キュッと引き締めます。鎖1つで立ち上がって細編みを6目編んでいきます。1、2、3、4、5、6目編めたら輪を引き締めます。糸端と同じところから出ている糸があると思うので、そちらをキュッと引っ張って輪を縮めます。糸が動く方が針の前になるように針を戻して、最後から数えて6目目、1234566目目の頭に針を入れて引き抜きます。で、ここから円をどんどん増し目をしながら大きくしていきたいと思います。上に書いてある段数まで編んでいきます。円の編み方がわからないなという方は、こちらの動画の説明欄にリンクが貼ってありますので、よかったら確認してみてください。ではしばらく編んでいきたいと思います。はい、10段編んできました。で、10段編んでだいたい横幅が16センチになっています。で、次は11段目。11段目は増減なしで編んでいきたいと思います。鎖1つで立ち上がって、今回は筋編みなどをせずに編んでいきます。1つの目に1つずつ細編みを編んで、ぐるっと1周編んでいきたいと思います。はい、ぐるっと最後の目まで編んできました。で、そしたら引き抜いたところ、立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。で、次は12段目、鎖1つで立ち上がります。で、まずは根元には細編みを1つ、頭に細編みを入れます。で、次の目には頭ではなく、この1段編みくるんで細編みを入れます。なので1段下がって、ここですね、足のところ、ここに針を入れて長めに出します。で、細編み、これを繰り返していきます。次の目には頭に細編み、次は1段下がって細編みという感じでぐるっと編んでいきます。普通の細編みと1段編みくるむ細編みを交互で編んでいきます。はい、ぐるっと編んできました。頭に普通の小さな細編みですね。で、隣には長い細編みで終わっています。
で引き抜いたところがあって立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。でこちらの模様は偶数なら編めるので、お好きな目数で編んでみてください。では次は1周細編みを編んでいきます。その時にまずは鎖1つで立ち上がります。根元には細編みで、次の目には細編みを入れるんですけども、この長い細編みの足を割って細編みを編んでいきます。こことここが足があるんですけど、その間ですね、ここに針を入れて、でギュッとこの間に細編みを入れます。で次は頭に細編みで、次はこの足の間ですね、頭ではなくここに細編みという感じで編んでいきます。頭に細編みと足を割って細編みというのを繰り返してぐるっと編んでいきます。はい、ぐるっと編んできました。頭の部分とあとは足を割って細編みという感じで繰り返しています。引き抜いたところがあって立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れてで引き抜きます。で次はこちらと同じように編むんですけども、まずは鎖1つで立ち上がります。で根元には細編み、頭の部分を拾って細編みを1つで、次は1段編みくるみます。その時に頭ではなくこの足が入っているところですね、ここの大きい細編みを割って足を入れてたと思うんですけども、そこに針を入れます。でギュッと長めに出してあげて細編みというように編んでいきます。次の目には頭に細編みで、次は1段編みくるんで細編みを編みます。端が入っているところがちょうどこう割ってあるので、ここにスッと入ると思うので、こんな感じで編んでいきます。頭で1段編みくるんで細編み頭で1段編みくるんで、ここですね、ぎゅっと長めに出して細編みという感じでぐるっと編んでいきます。はい、ぐるっと編んできました。で足を割って大きな細編みで終わっています。引き抜いたところがあって立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。でこれで14段目が編めました。で次から15段目からは13段目14段目を繰り返しながら編んでいきます。次の段では細編みで足を割って細編み、細編み足を割って細編みで、次の段では細編みで1段編みくるんで足を割って大きな細編みですね、それを繰り返しながら編んでいきます。で段数はお好きな段数で大丈夫なので、もしわからないなという方は上に段数が書いてあったと思うので、巻き戻しをしながら編んでみてください。ではしばらく13段目14段目を繰り返しながら高さを出していきたいと思います。はい、28段まで編んできました。で残りの糸が少なくなってきたので、こちらで私は終わりにしようと思います。で終わりにする時は細編みで長い細編み、細編み長い細編みでなる段で終わりにした方が込み映えがいいかなと思います。では29段目はバック細編みをしていきます。苦手な方は筋編みとかでもいいと思うので、お好きなように仕上げてみてください。鎖一つで立ち上がって、で裏に向かって細編みを編んでいきます。このまま後ろに針を入れて、で糸を持ってきます。でこちらで2本引き抜く。でまた後ろに向かって持ってきます。
でこんな感じで一周ぐるっと編んでいきます。はい、ぐるっと最後の目まで編んできました。でそしたら糸をカットして糸を抜いてしまいます。とじ針に糸をつけて、で一番最初のところに針を入れて、で後ろで糸処理をしちゃいます。で他の部分も糸処理があるところは糸処理をしておいてください。はい、こんな感じでできました。でこれはダイソーさんで結構前に購入したベルトなんですけども、そちらをカシ目で留めてちょっと持ち手にしてみました。でタグの方もちょっとポイントでつけています。でだいたいサイズが高さが12センチぐらいで、こちらの幅が18センチぐらい、底の部分は16センチぐらいになっています。でこちらダイソーさんのフラッフィーという糸なんですけども、ちょっと大きめな糸、こちらがピシッと入れて3玉ぐらい入る大きさになっています。で今回私はセリアさんのアクリル並太、そちらを2本取りで編んだんですけども、結構しっかりしてる糸なのでバスケットなどを作っても型崩れもそんなにせずにしっかりした感じになるかなと思います。でも必ずこの糸じゃなくちゃいけないっていうのはないので、お好きな糸とか余ってる糸でよかったら作ってみてください。では今回はちょっと大きめなバスケットを作ってみました。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。